2026年3月末、日本中で何百万台もの携帯電話が完全に沈黙します。画面はつくし、ボタンも押せる。壊れたわけではないんです。ええ、ただその端末が走っていた目に見えない巨大な高速道路そのものが物理的に取り壊されるんですよね。そうなんです。今日は NTT ドコモの 3G サービス、フォーマ、そして i モードの終了というニュースから出発します。今回用意した総務省の電波政策資料や当時のコラム、それにユーザーの声をまとめた資料を紐解きながら、今回のディープダイブのミッションに挑んでいきたいと思います。はい、私たちが今当たり前のように使っているスマートフォンの世界が実はどうやって作られたのか、その根源を探っていくわけですね。資料を読んでいると皮肉なことに気づかされるんです。これを聞いているあなたにもぜひ一緒に考えていただきたいんですが、今日終わりを迎えるこのインフラこそが20年前の日本を世界から孤立させたと同時に、世界で最も進んだ未来をこの島国に作り上げた春物なんですよね。まさにその通りですね。単なる古い通信サービスの終了報告として片付けるにはあまりにも巨大な歴史的転換点です。現代のアプリ経済とかモバイル決済といった私たちの生活を支える超高層ビルの土台は全てあの時代に注ぎ込まれた異常な熱量の上に立っているわけですから。なるほど。だからこそ 3G が終わる話をする前に、まずはなぜ日本が自らガラパゴスと呼ばれる孤島を作ってしまったのか、1990年代の 2G 時代に遡ってみたいんです。そうですね。そこが全ての始まりです。当時ヨーロッパをはじめとする世界は GSM という通信規格で統一して、国境を越えて同じ携帯が使えるように動いていましたよね。でも日本は PDC という独自の規格を選んだ。これ後から振り返ると、なんで世界に合わせなかったのって思いがちなんですが、ちゃんとした理由があったんですよね。決して意固地になって孤立を選んだわけではないんです。当時の日本の特に首都圏の異常な人口密度を裁くためには、電波の利用効率が極めて高い独自の PDC 規格を採用する方が合理的だったんですよ。つまり都市部の人口過密という日本特有の事情が分厚い壁を作ってしまったと。はい。ただその結果として、海外の端末は日本で使えないし、日本の端末も海外で使えないという物理的な鎖国状態が完成してしまったわけです。でも外敵が入ってこない隔離された環境だったからこそ、独自の生態系がものすごいスピードで突然変異を起こしたんですよね。その最大の爆発が1999年の i モード誕生です。1999年ですね。これ資料を読んでいてハッとしたんですが、みんなパケット通信が革命だったって言いますけど、データ通信の技術そのものよりも、それがもたらした人間の心理への影響こそが本質だったんじゃないですか。鋭い視点ですね。パケット通信の本質について少し補足しましょう。それまでの通信は電話と同じようにつないでいる時間で課金されていました。はいはい。つまりネットを見ている間はチャリンチャリンとお金が減っていくので、ユーザーは常に時間を気にして用が済んだら慌てて切断していたんです。焦りますよね。タクシーのメーターがどんどん上がっていくみたいで、なんかゆっくり文字も読めないというか。まさにそんな感覚です。しかしパケット通信はデータを細切れにして送る技術なので、課金されるのは通信した時間ではなく送受信したデータの量に変わりました。なるほど。時間からデータ量へのシフトですね。これが何を意味するかというと、ユーザーは常にネットワークに接続したまま、つまり常時接続でいられるようになったんです。時間を気にせず一日中ログインした状態でいられる。この心理的ハードルの崩壊が後のモバイル文化の全てを決定づけました。常にネットにつながっているのは当たり前になったと。そしてもう一つの革命がビジネスモデルですよね。私ここが当時の資料の中で一番興奮したポイントなんですが、i モードが作った代行請求というシステム。回収代行ですね。これ今でこそ当たり前ですけど、1999年の時点ではありえない発明ですよね。これって例えるなら、巨大なデジタルショッピングモールを建てて、大家さんが全店舗のレジ打ちを代行してあげるようなものですよね。そういうことです。ユーザーがコンテンツを買った代金を毎月の携帯電話料金に上乗せして、キャリアが回収し、手数料を引いて開発者に渡すという仕組みですね。そう。これってもし自分が1999年に個人で客メロを作って売りたいプログラマーだとしたら、自分でクレジットカードの決済システムなんて絶対に作れないじゃないですか。
そうですね。100円の客メロを売るのに、クレジットカードの手数料やシステムの維持費で完全に赤字になってしまいますから。でもそこをキャリアが、うちが全部レジ打ちを代行して月末にまとめて請求してあげるよと言ってくれた。だから個人や小さな会社でもいきなり全国の何千万人に向けてデジタルコンテンツを売れるようになったわけですよね。まさにその決済の摩擦、フリクションを完全にゼロにしたことこそが i モードの最大の功績です。ユーザーは暗証番号を入れるだけで、クレジットカードすら持っていない中高生でもコンテンツが買える。確かに中高生が客メロを買いまくってましたよね。ええ。そして開発者は決済の面倒を見ることなくコンテンツ作りにだけ専念できる。これどこかで聞いたことのあるビジネスモデルだと思いませんか？もう完全にアップルのアップストアですよね。その通りです。アップルが iPhone で App Store を立ち上げ、世界中の開発者を巻き込んで巨大なアプリ経済圏を作ったのは2008年です。2008年か。しかし、日本はそれより約10年も前に手のひらの上でニュースを読み、ゲームを買い、銀行振込を完結させるというモバイルエコシステムを完成させていたんです。世界に先駆けて未来を実装しすぎていたと言えますね。1999年の日本はすでに2010年を生きていたと。でもここで大きな壁にぶつかりますよね。i モードのエコシステムは完璧だったけど、いかんせん当時の 2G の通信速度が遅すぎた。はい。最大でも 64kbps とか、その程度の速度でしたからね。そうそう、画像1枚開くのにも上からじわじわーって表示されるのを待たなきゃいけない。しかも依然として海外では使えないガラパゴスのまま。そこでいよいよ世界共通規格 IMT2000 への壮大な挑戦が始まるわけですね。そうです。国際電気通信連合が主導した一つの端末で世界中どこでもつながるようにしようというグローバルな夢ですね。これを受けてドコモは2001年に世界初の 3G サービスフォーマを鳴り物入りでスタートさせます。 WCDMA 方式ですね。ええ、通信速度は一気に最大 3.6Mbps へと跳ね上がり、テレビ電話もできる。すべてがバラ色に見えました。ちょっと待ってください。フォマがそんなに夢のような世界標準の最新技術だったなら、なんで2001年のローンチ直後はあんなに悲惨だったんですか？私、当時のことよく覚えているんですが、とにかく繋がらない、バッテリーが半日で切れるってみんな文句言ってましたよ。それはですね、インフラストラクチャーの移行を単なるソフトウェアのアップデートのように考えてしまうと見落としてしまう物理法則の壁があったからです。物理法則の壁ですか？フォーマの立ち上げは既存の 2G ネットワークを改良したものではありません。それまでのシステムと全く互換性がないゼロからの構築だったんです。その上、総務省が 3G 用に割り当てた電波が2ギガシェルツ帯という当時としては非常に高い周波数だったことが致命的でした。総務省の資料にもその周波数の割り当ての話が出てきましたけど、つまり同じ電波でも周波数が高い 2GHz 帯を使うってことは物理的に何が起きるんですか？電波は周波数が低いほど波長が長く、障害物をふんわりと回り込んで届く性質があります。逆に周波数が高くなると、一度に運べるデータ量は劇的に増えますが、性質が光に近くなり、直進性が強くなるんです。つまり部屋全体を照らす低い周波数の肌電球から街の隅々まで高い周波数のレーザーポインターで光を当てようとするくらい物理的に難しい挑戦だったということですか？データはたくさん送れるけど建物の裏や地下に全く回り込まなくなってしまったと。完璧な例えですね。レーザーポインターの光で街中を漏れなく照らそうと思ったら、ものすごい数の光源、つまり基地局を至るところに設置しなければなりませんよね。ああ、なるほど。じゃあアンテナをそこら中に立てなきゃいけなかったんですね。ええ、
全国に基地局を一から立て直すという途方もない物理的作業を強いられたんです。そして端末のバッテリーがすぐ切れたのもこれが原因です。電波が届かないから電池が減るんですか？はい。携帯電話は電波が微弱になると基地局を探さなきゃと最大出力で電波を吹き続けるよう設計されています。フォーマの初期端末はまだスカスカだった 2GHz 帯の電波を必死に探し求め、常にフルパワーで叫び続けていたため、あっという間に電池が尽きてしまったんです。うわー、それは絶望的ですね。なんか暗黒の3年間という言葉の重みが違って聞こえてきましたよ。ライバルの au は 2G の設備をそのまま活用できる互換性のある規格を選んだからスイスイとエリアを広げていた。そうですね。あちらは既存のインフラをうまく拡張するアプローチでした。その横で販売店のスタッフがお客さんに最新のフォーマにしてくださいと言えずに苦悩していたという生々しい記録がありましたよね。現場のスタッフにしてみれば物理法則と会社の理想の痛さみじゃないですか。しかしそこから逃げず、莫大な資本を投じてレーザーポインターの光源を一つ一つ増やしていったんです。そして2004年の 900i シリーズでついに基地局の密度と端末の性能が一定の水準を超え、インフラとしての物理的な弱点を力技でねじ伏せました。ここからガラケー黄金時代が幕を開けます。ここからの2000年代中盤の文化、本当に熱かったですよね。カメラ付き携帯で日常を切り取る写メ、自分で着信音を打ち込む着メロ、メールを装飾するデコメ。独自の文化が花開きましたね。非接触 IC カードのスイカが携帯に入ってお財布代わりになったのもこの時期です。当時のコラムを読むと、すごく人間味あふれる独自の文化が記録されてますよね。これを聞いているあなたも絶対に経験あると思うんですが、センター問い合わせって覚えてますか？懐かしいですね。サーバーに新着メールがないか強制的に確認しに行くあの機能ですね。そうです。好きな人からメールが来ないか待ちきれなくて、端末のボタンを何度も何度も連打してしまう。あれっていつ来るかわからない手紙を待って、一日に何度も家の外にある郵便受けをガチャガチャ開けて確認しに行くような、テクノロジーと人間の焦りが生んだ独特の行動ですよね。おっしゃる通りです。ネットワークは高度にデジタル化されているのに、人間の行動には極めて身体的でアナログな生々しさが残っていた過渡期ならではの面白さですね。アンテナを引っ張り出して自分の指や紙にこすると電波が良くなると本気で信じられていたり、画面が見えないくらい大量のストラップをジャラジャラつけたり、当時の携帯って単なる通信機器じゃなくて自分の身体の一部みたいになってました。そこがまさに重要なポイントなんです。ニュース映像の資料に非常に象徴的なエピソードがありましたよね。夫を亡くされた女性が17年前のガラケーを解約せずにずっと仏壇の前に置いているという話です。ありましたね。入院していた夫とやり取りをした思い出のメールがその端末の中に入っているからどうしても手放せないと。できないのにです。私たち技術者は通信機器を単なるデータをやり取りするための端末と考えがちですが、ユーザーにとっては違うんですよね。そうですよね。ただのプラスチックと金属の塊じゃない。はい。写真やメールといったデジタルな記憶がそのハードウェアと不可分に結びついているんです。それはもはや個人の記憶を保存するためのタイムカプセルになっています。だからこそすごく複雑な気持ちになるんです。これほどまでに人々の生活に密着し、個人の深い感情や記憶と結びついた 3G や i モードがなぜ終了、つまり停波しなければならないのか。干渉だけでは済まされない理由があります。なぜフォーマの電波を細々とでも残しておくという選択肢が許されないんでしょうか。ここには現代の通信インフラの切実な理由があるんですよね。それは、電波は無限に湧き出るものではなく、有限で希少な資源であるという冷酷な現実があるからです。資源ですか。スマートフォンの普及率は2010年には 5% 以下だったものが、2024年には 97% を超えました。今や誰もが日常的に高画質な動画を見続け、大量のデータを平気でやり取りしていますよね。確かに四六時中スマホ見てますし、データ量も昔とは桁違いですよね。さらにこれからの 5G 時代には多数同時接続や高信頼低遅延が求められます。常にネットワークと大量のデータを高速で通信し続ける必要があるんです。つまりこれは何を意味しているんでしょうか。古いビルを取り壊して大量のデータをさばける最新の超高層ビルを建てるための立ち退きのようなものなんですか。まさにその通りです。
利用者が減少した 3G の周波数帯を開けさせて、より高速で大容量な 4G や 5G に転用する。これをリファーミングと呼びますが、全体の通信品質を向上させるためには不可避なんです。古いビルを壊さないと新しいビルを建てる土地がないわけですね。でもその古いビルの一室に亡くなった家族との思い出を大切に保管している人たちがいると思うと、少し複雑な気持ちになりますね。ここで一つ重要な疑問が浮かび上がってきます。社会全体のインフラをアップデートする効率性と、個人のデジタルデータをどう永続的に保護、移行していくかという問題です。ボルテに対応していない古い機種だと応接通話もできなくなるからって、キャリアも必死に機種変更を啓発してますよね。ギリギリまで買い替えない高齢者層も多いみたいですし。デジタルデータは本来コピー可能なはずなのに、それを移行するためのインターフェースやサポート体制はまだまだ過渡期にあります。新しいインフラを構築する合理性と、個人の端末に宿った情念のような記憶をどう扱うか。これは現代社会が直面している特有の課題ですね。1999年の i モード、そして世界標準を目指した 3G の奇跡はガラパゴスと揶揄されることもありましたが、間違いなく今日のスマートフォン社会やアプリ経済のエコシステムを世界に先駆けて作り上げた偉大な実験であり、土台でしたね。本当に偉大なるプロトタイプでした。彼らが占有していた良質な電波帯域は、これから 4G や 5G へと引き継がれ、私たちの生活をさらに拡張していくインフラとして生まれ変わります。資源の継承ですね。技術は継承され、インフラは更新され続ける。さて、今回の資料を深く掘り下げてきて、最後にどうしても考えてしまうことがあります。これを聞いているあなたに少し考えてみてほしいんです。はい。今日、私たちが使っている 4G や 5G の最新スマートフォンも、決して永遠ではありません。いつか必ず有限な電波紙面のやりくりのために、停波して強制的に立ち退きを迫られる日が来ます。そうですね。歴史は繰り返しますから。その時、あなたは今のスマホの中に、どんな捨てられない記憶を残しているでしょうか。そしてそれは次のテクノロジーにどうやって引き継がれていくのでしょうか。ぜひ皆さんのスマホの中身を見つめ直しながら少し考えてみてください。